おはようございます。今日は、セテュバルに来てます。セテュバルは、リスボンから南に30分ぐらい行ったところにある、ここもビーチタウンですね。アルカンターラの、バスストップから30分弱ぐらいで到着しました。高速バス乗らないで普通にシティバスで来れちゃうので、かなりアクセスがいいエリアです。ちなみに今、パルケ・ドゥ・ボンフィンというバスターミナルからすぐの大きな綺麗な公園にいます。今日もポルトガル本当に気候が良くて、見ての通り快晴で、気温もですね、今日は16、7度ぐらいまでまた上がるみたいで、散歩日和なので街歩き楽しみつつ、今日はせっかくセティバル来てるのでビーチでちょっとゆっくりしたいなっていうのと、アラビダの方に行って簡単にちょっと短めのハイキングコースも行きたいなと思ってます。シティの中心のあたりに入ってきました。街すごい可愛いですね。なんかほんとビーチタウンって感じで、クリーンで開けた感じがすごい素敵です。このスクエアはもう一帯が全部オープンテラスのカフェとかレストランで固められてて、天気いいのでみんな外でお酒片手にランチしてますね。すごい雰囲気がめちゃくちゃいいです。いいな、この街の作り。中心街のど真ん中に大きい遊歩道、緑がたっぷりの遊歩道が通っていて、この感じ、ブラガの真ん中もこんな感じだったんですけど、こういう街の作りすごい僕好きです。メルカド・ド・リプラメントというセテュバルの中心にあるメルカドマーケットに来ました。入り口のこのアズレージュすごい美しい。じゃあ入っていきます。すごい美味しそうな新鮮なシーフードがいっぱい並んでます。全部新鮮ですごい美味しそう。私なんかこのメルカドめっちゃ活気ありますね。もう1時内なんですけど、この時間でも人いっぱいいて、お店もほとんど開いてて、シーサイドに出てきました。すごい海のいい香り。食フリトを頼みました。セテュバル名物のイカのフライですね。以前僕のアルマダ Vlog でも登場してますが、ついに今日本場を食べます。めっちゃプリプリで美味しいです。新鮮です。ショコフリートすごいお腹いっぱいです。めちゃくちゃ美味しかったです。なんか店の向かいにショコフリートのすごい有名な専門店あるんですけど、そこはもう大行列で、
僕行列がちょっと苦手なので、そこはちょっと自分の候補には入ってなかったんですけど、その店もすごい有名で美味しいらしいですが、さっきの店もすごい美味しかったです。さあ、では山を登って、次の目的地に向かって歩いていきます。後ろシティビューが、街の景色すごい綺麗です。はい、見えてきました。ここが次の目的地のフォルテ・デ・サウ・フィリップで、サウ・フィリップ要塞ですね。市街地から歩いて十数分ぐらいですかねで着きます。要塞のふもとに猫がいっぱいいた。見えますかね。景色がすごいめちゃくちゃ綺麗です。映しますね。よし、すごい綺麗、真っ青です。海も空も。なんか想像してたより数段大きいですね。めちゃくちゃ大きい。なんかこういう15、16世紀以前の要塞って結構半壊以上してて、一部だけポツンって残ってる感じのスポットが多かったなっていう印象があるんですけど、ここかなり大きく残ってる感じですね。多分元が相当規模大きかったんだなと思います。すごい、めっちゃ綺麗なんですけど、なんかもっと倒壊してる荒れた感じイメージしてたので、すごい綺麗ですね。中にある礼拝堂が本当にアズレージョが美しすぎる。わお、わお、景色すごい。このサンフェリペは、この名前の通りフェリペ一世の時代ですね。16世紀末、スペイン王国支配下の時に建てられた要塞で、この半島の位置自体が交易とかこう戦いの場所として、かなりですね重要な拠点だったので、ここを守る意味でここに建てられている、フォルテですね。こっちのビューもすごい。これ本当に感動レベルじゃないですか。すごい感動する景色。こんな特等席にカフェが
あるので、ちょっとコーヒーでも飲んでゆっくりしようかと思います。トルタダアゼイタを頼みました。これセチュバルの、郊外にあるアゼイタオという町のご当地スイーツで、セチュバルで有名なローカルペストリーです。この要塞の中にこんな素晴らしい景色のバー、最高じゃないですか。いただきます。生地がふわふわでしっとり、めっちゃしっとりしてます。卵黄クリームがシナモン効いてて上品です。すごい上品な味。いや、この天気と景色だったら何時間でもここに入れそう。素晴らしいです、このカフェ。ちなみにこのカフェ、中の席もめちゃくちゃ綺麗です。さあ、ではまたフォルテを出て、山をまた登っていって、マイナスイオン、そして絶景を楽しもうと思います。本当にこのフォルテズ・サウ・フィリペすごい良かったんですけど、礼拝堂のとか、細部いろんなところにアズレージョすごい綺麗でしたし、景色すごいし、何よりカフェバーの景色最高すぎる。すごい良かった。ここ本当におすすめ観光地。セトゥバル来たら絶対 100% 外せないと思います。とっても山々しい景色に入ってきました。空気がすごい美味しいです。また海見えてきた。はい、次の目的地プライヤージアルバルケルというビーチに到着です。みんなやっぱりあったかいのでチルしに来てますね。ここでちょっとゆっくり読書しつつ昼寝でもしようと思います。そうだ、さっきメルカド行った時にふと思い出した話があって、つい先日友達と遊んでた時にこっちの友達が家で寿司自分でやるみたいな話してて、で自分も確かにやってみたいなと思ったんですけど、今までポルトガル来てから刺身自分で切って食べたいなって思ったことがあったんですけど、一個わからないのが、日本って加熱用と刺身用でシーフードを別々で売られるじゃないですか、魚で。刺身用のを買ってそれをさばいて自分で食べるのが普通なんですけど、こっちって加熱用とか刺身用のこの区別されたラベルとかないし、基本的にもうなんていうんですかね、そういう扱いの区別っていうのがないんですよね。なので何を買えば刺身にしていいのかが分かんなくて、結局今まで刺身やってみたいなと思いつつ諦めてたんですね。でその友達になんか普通日本だとそういう区別があるけどこっちだとそれがないからどれ買えばいいか分かんないみたいなこと言ったら、いや基本的に新鮮そうなやつを買ってそれを刺身にしたらいいんだよみたいなこと言ってて、ああなるほどって思ってちょっとでも怖いんだよねって言ったら、確かにそれ聞いたらちょっと怖いみたいな話になったんですけど、
そうなんで皆さんどうやってるんですかね。なんかあんまりポルトガルって生で食べる料理ないですけど、でもカルパッチョとかお刺身とか、レストランであるじゃないですか。ああいうのってだからその友達の言う通り新鮮なやつを自分でこう目利きして選んで買ってさばくっていうことしかないんですかね。刺身用っていう感じでは売られてないじゃないですか、もちろん。そうだからそれが疑問に持ってて、今日すんごい新鮮そうな魚ばっかだったんで、じゃあこういうの基本的に全部いけるのかなって思いながらさっきメルカドで魚見てたんですよね。そう基本的にあんなん見たら全部新鮮そうじゃないですか。どれも刺身 NG に見えないから。そうこっちでポルトガルでカルパッチョとか刺身とか生食してる人たちってどういう風に目利きしてるんだろうって気になったんですよね。もしフォロワーの方でそう自宅で自分で刺身とかそうサラダとかカルパッチョにしてるよって人いたら、そうどういう目利きしてるか聞いてみたいなと思ったので、ちょっと今日質問ここに残しておきます。さっきのメルカドですんごいその話を思い出してそう聞こうと思ったんです。別にちょっとすごいアージェントな話じゃないんですけど、分かったら自分で刺身自分でさばきたいなと思うんで。だってどう考えてもこっちのメルカドで売られてる魚って全然日本のスーパーとかの切り身よりすごい綺麗に見えるので、絶対美味しいと思うんですよ、あれできるんだったら刺身に。そうだからすんごい気になってた話なんですよね、それがっていう。少しずつ夕暮れの色に染まってきました。すんごい気持ちよかった、ここで読書して寝転がるの。さあじゃあもうちょっとここでゆっくりしてからまた、シティの方に戻って歩いていこうと思いますので、あとちょっとここで休みます。ではゆっくりプライアも堪能できたので、またシティの方に歩いて戻っていこうと思います。見てください、海際にすごい綺麗なアーモンドツリーが咲いてます。なんかこのシティ側に向かうプライア沿いが公園みたいになってて、ずっと歩いてシティまでこう行けるようになってるので、またプライアの方にちょっと降りてから海沿いを歩いて街に戻っていきます。こんな感じでシティまでビーチウォークを歩いていけるようになってるので、ここをまっすぐ歩いていきます。雰囲気最高。毎日この道散歩したい。本当にいい雰囲気です。この市街地の街並みも本当に可愛い。さあではもうそろそろですね、もうちょっと街を、うろうろした後、バスに乗ってまたリスボンに戻ろうと思います。本日のセトゥバル Vlog いかがでしたでしょう。僕はもうちょうど月末だったので、今月の、働いた自分へのちょっと癒しのご褒美旅行みたいな感じで、すごいマイナスイオンでリラックスできました。海も綺麗だし、もう語りまくった通り、そう要塞の景色が素晴らしすぎたので、僕本当にあれ感動しましたし、やっぱりビーチでゆっくり過ごす時間はとても、いいリラックスになりました。
本当にもうさらっとシティバスで30分で来れちゃうので、そうビーチシーズンにまた来てちょっと海でゆっくりしたいなっていうのが、感想です。また絶対戻ってきます。では最後までご視聴ありがとうございました。次の Vlog でまたお会いしましょう。バイバイ。